にちは。 IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。今回はルームツアーをしながら IKEA マニア本気の愛用品52品目を紹介していきたいと思います。特に忙しい毎日を過ごしている皆様に向けて効率重視の収納アイデアや便利な小物をたくさん紹介していきます。今回紹介する52品目は本当に全部愛用しているものばかりですので、参考になったら嬉しいなと思います。というわけでぜひ最後までご覧になってください。まずはリビングのエリアから紹介していきます。こちらのラグは IKEA のストエンセというラグです。ストエンセはこのように毛足が短くギュッと詰まったようなラグになっていて、品質がいいんですけどもとても安いのが特徴です。今年の1月に購入したので10ヶ月ほどの使用になりますけども、掃除がしやすいなと感じます。ただサイズ展開が3種類ぐらいしかないかったと思うので、サイズ選びにご注意ください。ソファーよりも二回りぐらい大きいサイズを選ぶとチンチクリンな感じがしなくていいと思います。ソファーはソファーどこのですかって一番聞かれる質問なんですけども、こちらはノイエスという日本のメーカーのものになります。生地のバリエーションが非常に豊富です。私が購入したものはいつも概要欄に記入しているんですけども、座面が硬めなのが特徴です。硬いので座ってても腰に優しいなと思います。でこのね、どっちからでも座れるようになってるデザインも非常に好きです。はい、でこちらのソファーサイドに置いてある棚をですね、購入しました。割と最近購入したものです。これは IKEA のものなんですけども、でここに上に乗ってるものももう全 IKEA ですね。本以外全部 IKEA です。はい。こういう風にソファーに沿わせておくといい感じのディスプレイ棚になるというものです。で結構収納力があるんですよね。こういうちょっとこれも IKEA の箱ですけども、ちょっとおしゃれな箱に入れて文具を置いたり、ここなんかはもう日用品が入ってます。お薬を日常的に飲まれる方なんかはこの辺にこういう箱を置いて収納されるのもいいかなと思います。でよく聞かれるのは、こちらにコロコロ入ってる花瓶は何ですかっていうふうによく聞かれるんですけど、こちらは IKEA で過去販売していた花瓶です。今は売ってないんですよね。でここは結構コロコロよくディスプレイするものを変えて楽しんでいます。最近はですね、こちらのノードマストっていう IKEA のポータブルライトですね。これが結構可愛くって気に入っています。充電式乾電池を使えば簡単に充電が可能となってまして、ここですね、ここにタイプ C ケーブルを挿して充電できるものになってます。でこちらのキャンドルなんですけども、カナダの IKEA で購入しました。これ黒も他国の IKEA では売ってるんですけども、日本では白も黒も販売されてなくって、同じシリーズ名で赤がね、チューリップみたいな形のやつが日本では販売されています。でこちらも IKEA で購入したソートロンという限定コレクションのキャンドルです。このね、陰影がすごい好きです。はい、でこちらのトレイもですね IKEA の商品です。ステンレストレイがですね999円なんですよね。非常にお安いですよね。長細くってこういうディスプレイにも使いやすくて結構おすすめです。ちょっとコーヒー乗せたりしてもほんと可愛いんですよ。でこちら食洗機多用となっています。結構最近の商品でして、フロリダコレクションのものです。でこちらのクッションカバー、丸いのは H&M のものです。でこちらのクッションカバーは IKEA で最近購入したものです。裏はねシンプルな作りになってまして、洗濯がしやすくて、もうほんと洗いざらしでもうシワとかなりませんから、こんなね、もともとこうですから、ほんと扱いがしやすくておすすめです。リネン 100% のものになってまして、リネンのね風合いがすごく気に入っています。ただ中身のクッションがすごい型崩れするもたれるっていうのもあるんですけど、すごい型崩れしやすくって、多分これ中身がフェザータイプじゃないからっていうのもあると思うんですよね。フェザータイプだったら、こっちはフェザータイプなんですけど、結構しっかり形がするんですけど、こっちのポリエステルタイプは結構ね型崩れしやすいです。もうちょこちょここうやって整えてあげる必要があります。でもこの大きいサイズすごいねあるとバランスが取りやすいっていうか、同じちっちゃいサイズ並べるよりなんかこう良いなって思ってます。あとよく聞かれるのがですね、こちらの、照明ですね。
こちらのレクリントのスノードロップでしたっけの照明になります。角度が変えられるんです。折り紙風のデザインになっててすごく素敵なんですよね。でこういうライト系は、全部スマートプラグ、これはね電球自体がスマート電球なんですけども、時間でオンオフするようにしています。天井のライトは使ってなくて、このリビングはですねスポット的に照明をつけています。今こちらはコグスタのベンチを置いています。スプレーしたり座ったりしています。でこの飾りもみんな IKEA で購入してまして、そう唯一これはH&M ですね。このライトすごい好きですね。これ IKEA のデイサっていうライトなんです。こちらもガラス製で質感がいいですね。重厚感があります。このフロストガラスっていうんですかね。この質感が非常に好きです。こちらのバスケットはIKEA のフローディスバスケットです。これ膝掛け良すぎてほんと取り合いになるんですよね。で結構この膝掛けって柔らかいんで、おっぴろげとくとだらしなく見えちゃうかなと思って、割と畳んで収納最近はしています。でも結局ね子供が出してくるまってるんですよね。これほんと気持ちいいんでおすすめです。でこちらもねやっぱ洗ってもこのままもうシワシワな、最初からシワシワですから、もう洗ってこのまま使えます。最初からシワシワですからね。ここはゲーム入れです。ちょうどゲームをしまいに来たので撮影しています。バスケットの後ろに穴を開けてコードを通しています。ちゃんと充電されてますし、テレビに出力することもできます。ダイニングエリアで最近変わったことはこちらのダイニングチェアです。これは IKEA でずっと欲しかったものなんですけども買いました。この北欧トランディショナルなデザインとなってまして、よくねちょっと見るようなデザインですけども、こちらはですね非常に座面が高くてですね、前持ってたニルソーベっていう IKEA のチェアを使ってたんですけども、それよりもだいぶ高めでした。2センチかな、3センチ高めになってました。3センチ高いで3センチ2センチぐらい高くてもいけるかなと思ったんですけど、かなりね高いです。であとはこのテーブルの下にこのアームが何もないですから、ダイニングテーブルの下に綺麗に収まるというのが非常にチェアのいいところでございます。で今ダイニングテーブルの上に飾っているのは、こちらでして、ミニディスコボールはですねフロリダコレクションのものです。また12月に発売されるという噂を聞いていますね。でこちらのキャンドルホルダーも IKEA のものです。今これ確か生産終了でこの色が値引きされてたような気がします。ちょっと違ったらすいません。でこちらが最近動画でも紹介しましたけども、めっちゃいいんですよ。試験管型の花瓶です。すごい可愛いですね。水耕栽培ポトスを切った刺してるんですけども、使いやすくって管理しやすいので、気に入っています。このガラスの質感が本当にいいんですよ。でここにワゴンがあるのは、これもともとダイニングテーブルの下に収納できる高さのロースフルトワゴン、ミニワゴンの方なんですけども、今はちょっと上にこの水耕栽培のを置いてるので、ちょっとダイニングテーブルからずらした位置に置いています。でこちらは下にはですねかゆみ止め、体温計、ハンドクリームなど使用品が入ってます。ただここに置いててもパッと見は見えない位置なので、インテリアを壊すことなく、ただよく使うものなのでパッと取れる位置にということでここに置いています。そういう意味でワゴンってすごく便利ですよね。であとはスマートスピーカーがここに控えております。で一番下の段には電源タップが入ってまして、でこれはここに植物用のライトを置いています。でそれの電源を取っているって感じですね。で下に見えてるポトスも IKEA のポトスです。で今クリスマスシーズンなのでこの星が吊られています。でいつも聞かれるんですけども、上は天井用の石膏ボード用のフックを使ってぶら下げております。でこちらはですね一番右のはIKEA で売っているブックシェルフ型のスピーカーで、ソノスとのコラボスピーカーになっています。Wi-Fi スピーカーになっています。Wi-Fi スピーカーですので Bluetooth スピーカーよりも音がいいです。でこちらは IKEA のライト、こちら IKEA のマガジンファイル
でこちらは IKEA の、ベスト収納ですね。ベストという収納棚です。横のミッケのデスクと高さを合わせて使っています。収納の中とかもちょっと見ます。こちらはですね、名前が入ってるので上から撮ってますけども、書類関係ですね、子供のとか家関係とか書類は全部この下の段に入れています。で上はですね、無印の引き出しを入れてまして、爪切り、メジャー、テープ類、縁類。はい、ではキッチンは一応紹介しましょうか。キッチンは前紹介した時と変わってないです。これがですね、タワーのものですね。山崎実業のこだわりっていうか、うちは基本出しっぱなしにしないで全部片付けるスタイル、この辺のものは全部片付けるスタイルにしています。で、あとは前回との違いで言うと、こちらね、フルーツがちゃんと入ってます前回は空っぽだったんで。で収納の中とかもちょっと見ます？いいですか？あんま興味ないですか？こっちはですね、家中のゴミ箱はここだけです。この中だけです。ここが全部ゴミ箱になってます。マンションなので、階段とかも家の中にないので、ゴミ箱は全部ここだけです。いや、普通にもうガチのゴミ箱なんで見せるもんじゃないと思うんですけど、一つポイントとして、こちらの IKEA のフック付きのボックス99円98円だったやつなんですけど、ここに電池とかちょっと小分けにしたいゴミをここに入れています。はい、汚いからこんだけでいいかな。ここの棚の中の収納はもう別にそんな変わってないですね。こんな感じになってて、こんな感じです。ここは保存容器を、いつも使う保存容器を置いてて、その蓋ですね。でこれはIKEA の吊り下げ式の収納なんですけども、これでここに水筒類を収納しています。で奥はバリエラっていう棚ですね。インサートシェルフを置いてまして、奥の空間にカップやマグカップなんかを置いています。ちょっとここからキッチンのお気に入りアイテムを紹介していきたいんですけども、このガラス容器 IKEA のものなんですけども、とても気に入っています。愛用されてる方すごく多いと思うんですけども、プラスチックよりも匂い移りや色移りがしにくくって扱いやすいのが楽でいいなと思ってます。蓋は別売りになっていて、好みで選べるのもいいなと思います。最近推しの蓋がありまして、こちらなんですよ。ちょっとお値段はねお高いんですけども、シリコンの蓋です。パッと開けられてパッと閉められるのが本当に時短なんですよね。楽です。あとこちらの IKEA のダブルウォールグラス、私大好きなんですけども、なんと生産終了という文字がねオンラインサイトに出てました。これは悲しいです。愛用されてる方すごい多いから、これはなかなかの秘宝ですよね。でこちらグラスを収納していますのも IKEA のポリケという商品です。空間が有効に使えますよね。こちらの戸棚も同じくバリエラで仕切っています。結構もう長年使ってますけども、全然たわんだりしてこないのがいいですね。お鍋とか収納されてる方もいらっしゃるそうです。あと愛用している商品としては、こちら鍋つかみなんですけども IKEA の商品です。布のものと違って濡れても平気なのが扱いやすいなと思っています。そしてすごく小さい。あとこちらはクリップですね。 IKEA のは冷凍も OK なので、冷凍食品をたくさん使う我が家ではかなり活躍してくれています。あとこちらの引き出しにも推しがいましてですね、 IKEA の大人気ベストセラーアイテムのティーポットです。こちらは洗いやすくてですね、非常に重宝しております。よくある急須と違って、この蓋がね手で押さえなくても落ちてこないのも非常に使いやすいです。持ち手も大きくて持ちやすいですし、で結構容量入るんですよ。サイズ違いで2種類売ってまして、私が持っているのは小さい方の 0.6 リットルのタイプです。また引き出しの中に滑り止めマットを敷いています。こちらも IKEA の商品です。このおかげで中身がずれたりせず快適になりました。子供が自分で取れるように、こちらには子供用のお皿とコップを置いています。あとはやっぱりこのトングですよね。今は黒ですけども、私は限定色の時に緑を購入しています。あとはピーラーもフォロワー様からおすすめいただいて購入したものです。かなり気に入っています。慣れたらめちゃくちゃ使いやすいです。そしてこのティーインフューザー、こちらはコップに直接かけて使うものです。一人でも気軽にリーフティーを楽しめて非常にいい商品だなと思います。あとはこちらのフライパンなどをしまっている収納、大きな収納なんですけども、こちらもバリエラの引き出し滑り止めマットを敷いています。
フライパンをスタンドしているのは、ニトリの商品になります。やっぱりこの辺でおすすめ商品としてはこのシリコンの鍋蓋、オイルスクリーン、フライパンあたりはやっぱり IKEA 優秀だと思います。あと何気にこちらもフォロワー様からすごい激推しされて、ファンの方がたくさんいらっしゃって購入した小鍋です。おしゃれですよね。で結構扱いやすいです。そこがね結構厚めなんですよね。食洗機 OK で気軽に使えるのもいいなと思います。こちらは流しの下の収納になります。ここは結構100均アイテムを使っていまして、こちらは食洗機用の洗剤を入れています。すぐ隣でこうピャッピャッってできる位置に置いています。で左側は洗剤エリアですね。この蓋付きボックスはダイソーで購入しました。でこちらには IKEA のフリーザーバッグを収納しています。IKEA、無印のファイルボックスに立てて収納しています。上側をカットすることでサイズ別に L サイズセット、M サイズセット、S サイズセットと見やすくしています。こちらのラップの収納はパッと取れてパッとしまえるように、周りは何もできるだけ置かないようにスペースを取っています。100均の3マスのケースを2個並べて使っています。でこちらはデスク周りです。 IKEA のキッズ用のデスクミッケを使っています。こちらでいつも YouTube の編集をしています。時間を効率的に使うためにいろいろ考えてるんですけども、最近はこのようにメモにアナログでですね時間を書きまして、特に週末ですね、この時間は何する何したっていうのを記録するようにしています。このデスクシェルフを IKEA の棚板を使って作ったんですけども、これのおかげで結構キーボードを奥にしまって、手前でノートとか書いたりっていう作業スペースが広く持てるようになったなと思います。あと激推しアイテムがこちらのカラフェです。ここにナッツを入れておくことでちょっと小腹が空いたお菓子食べたいなっていう欲求を抑えてくれます。普段思わないのに仕事をしてるとお菓子食べたくなるの何なんですかね。こちらはガラス製でコスパもいいのでお気に入りです。続きましては洗面所に行きます。こちらはブルクスバーラというサイドテーブルを棚っぽく使っています。ロボット掃除機の上のスペースを有効に使いたくてこのようにしています。洗濯機の上に IKEA のロールスクリーン、のれんかを貼っています。ごちゃごちゃしたものを隠すためにこうしました。こちらのフックにこのように先ほど冒頭で掃除で使っていた粘着テープローラーを収納しています。もうさっと取れて便利。やっぱり掃除へのハードルが低くなりますよね、パッと取れると。掃除機もこちらの隙間に収納しています。充電ケーブルもこのように洗濯機にペタッとマグネットで設置しています。すぐに充電ができて便利です。あとはですね、洗面台の歯ブラシ置きなんですけども、無印のシェルフを使ってみました。すっきりして圧迫感があまりないですし、洗面台直置きよりも洗面台が掃除しやすくなっていいなと思っています。あとは耐久性がどうかですね。続きましては子供部屋のクローゼットの収納です。今年本当に買ってよかったものトップ5に入ると思うんですけども、 IKEA の棒アクセルという棚を設置しました。手前のスペースは IKEA のロースコグワゴンを置いています。キャスターで簡単に移動することができますし、子供が学用品入れに使っています。引き出し収納なんかにもポイポイ掘り込めるので便利です。で棒アクセルなんですけども、設置が簡単でコスパがいいのがとてもいいです。棚の位置を簡単に変えることができるのもいいですね。こちらはメッシュのバスケットを設置しています。結構おもちゃとか細かいものが多くて、このバスケットが結構使いやすいなと思います。中を仕切りたい場合はスクープが綺麗に収まります。最初はおもちゃでいっぱいだったんですけども、最近は本なんかも増えてきました。こちらは壁にネジでしっかり設置する必要があります。私は一人で設置しましたけども、結構棚板が重たいので2人でやると楽だと思います。もしよろしかったらチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると本当に嬉しいです。これなんかもおすすめですよみたいなコメントいただけるととっても嬉しいです。またすぐ次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。